こんにちは。前後では張居正の死後の万暦帝の独裁について申し上げた。張居正の死後、明王朝の衰退がそれから始めたので、本日は明の名宰相、張居正をご紹介いただきます。張居正は、明朝を代表する宰相の一人である。嘉靖、隆慶、万暦の三代にわたって活躍した、明朝の著名な思想家、政治家、改革者である。万暦帝を補佐し、歴史上エポックメイキングな意義を持つ、万暦新政を実施した。そんな三つの王朝にまたがる重臣である張居正が、明朝に、どのような貢献をしたのか？彼の死後、なぜ彼の家財を差し押さえたのでしょうか？長男の張慶秋も自殺に追い込まれた。張居正、あざ名は私育大、合破大学、湖北省光陵市で生まれ、彼は5歳で読み書きができ、7歳で六経大義に通じ、12歳で秀才の試験に合格、16歳で巨人の試験に合格、23歳で進士の試験に合格した。しかし、キャリアの初期には、彼はあまり重く見られていなかった。1567年、張居正はまず李鵬、佐次郎として入閣し、同格大学士となった。1572年、万暦年間、張居正は、司令官多官であった、風補の支持を得て、高貴陽に代わって、内閣首補に就任した。10年連続で内閣首補を務めた。ちょっと説明したいですが、明の時代には、古陽湾以来、宰相がいなかったので、宰相の権能を持つポストは、首補と呼んだが、首補の称号は宰相を指す。張居正は、長年の冷徹な観察で、明朝の悪弊の数々を知っていた。1549年、張居正は、生まれたての子牛は虎を恐れないの精神で、早くも当時の嘉靖帝に明の五大欠点を挙げた、論事清楚を献上していた。第一に、朱子の藩王が贅沢で、民衆を虐げていたこと。第二に、朝廷が人材確保の仕組みを構築知らず、人材が不足していたことである。第三に、官僚が貪欲で、行政の効率が悪かったことである。四つ目は、軍備荒廃、国防が形骸化していたこと。五つ目は、朝廷での出費が抑えられず、国民が苦難の生活を強いられていたこと。1553年、張居正も、慶州不明記の中で、土地の偏在課税、貧民の失業、併合による民衆の苦しみを、諸悪の根源として指摘している。これらの欠点に対して、張居正はただ一言、改革せよと言った。彼は、内閣首補になるや、否や、経済、政治、軍事の各方面からトップダウンで広範な改革を行うという総論を打ち出した。改革の核心は、管理を整頓、国を富ませ、軍を強化することであった。万暦帝指示の下で、新漢時代以来、最も成功した改革の一つを開始した。張居正は、北宋の王安石よりも、はるかに優れた改革者であった。経済的には、張居正の一条弁法によって、農民の不当な税負担が軽減され、農業生産に従事する時間が増え、経済発展が促進されるようになった。その結果、国庫に入るお金が増え、万暦の参政への資金を用意した。政治的にも、張居正は立地を整頓、一部の管理を、長治、朝廷管理の指揮は大きく向上した。朝廷の号令もうまく実行された。軍事面で、赤渓江と李成亮を起用し、倭寇を素早く殲滅しただけでなく、北の辺境も静穏になり、タタールが長年侵略してこなかった。財務の面でも、張居正は新たな収入源を開拓し、支出を抑えることができた。
慶氏政府の国葬の粟は10年間を食べられます。国庫には400万以上の資金があったということを実現した。超巨勢の改革により、大量の人口と土地が再び朝廷の管理下に置かれ、藩王に併合された土地を除いては、大体明朝初期の様子戻るように見えます。工事から嘉靖の時代までの衰退が逆転した。万暦6年は明朝最後の栄華となった。超巨勢の改革がなかったら、万暦の中興はなかったと言える。低迷していた明朝に光を取り戻させたのは、超巨勢の改革であり、それは明王朝の寿命は60年を再延長したと言っても過言ではない。超巨勢の死後、彼の改革は廃止された。すべてが振り出しに戻った。また、それ以上悪くになった。超巨勢は、万暦帝に最善を尽くして、献身的に仕えた。しかし、万暦帝の目には、過剰な規制と干渉の影が残されていた。超巨勢は、万暦帝に一切の過ちを許さない気が強い人であったため、あらゆる面で皇帝を制限していた。若い頃、万暦帝はまだ、超巨勢を尊敬していたが、この尊敬の念は、年を重ね、権力を手に入れると、次第に憎しみに変わっていった。残念ながら、超巨勢自分は、万暦帝からその憎しみに気づいていなかった。万暦帝が即位した頃10歳にも満たなかったが、超巨勢が病気で亡くなった頃、万暦帝はすでに19歳の時だった。約10年間、皇帝は、超巨勢の陰に生きていた。宮中の大臣たちは、超巨勢がいることだけが気にする。万暦帝のことは知らなかった。超巨勢の死後、万暦帝は、自分の才能を皆に見せたいなら、国政を扱うときに、自身の考えを実行し、早く超巨勢の影から抜け出さなければならないと考えた。そして、超巨勢の影から抜け出すには、超巨勢の政治的粛清を行うのが一番手っ取り早い。それは、超巨勢とその家族にとっては残酷だ。しかし、最も無慈悲は帝王である。1582年7月、超巨勢は58歳でこの世を去った。彼の死後4日目から、彼に対する清算が始まった。まず、超巨勢によって推挙した大臣、藩政が7人の官僚に弾劾され、罷免された。すると、役人たちが稲子のように飛んできて、超巨勢本人に直接襲いかかった。彼に反対した人が反撃を開始した。反対派の矛先は、超巨勢の一条弁法に向けられたが、20代の若者になっていた万暦帝は、自分で決めたいと一条弁法の廃止を命じたのであった。そして、反対派の活動がさらに活発化した。風保や超巨勢にはぶられた前主保の公卿も、死の前に自分の冤屈の申し立てを送ってきた。超巨勢は故郷である公領で住んでいたところは、有罪判決を受けた両王の急遽だった。両王の妃子であるお牛も、超巨勢が両王を罠にはめてと言って、王居を乗っ取ったという嘆願書を提出した。ついに、万暦帝は、超巨勢に、藩王を中傷、宦官を、官制、皇帝を無視、皇帝の耳を閉じさせ、独裁乱政、国への不忠などの罪を追加した。その後、万暦帝は、超巨勢の家財を差し押さえ、家族を拷問にかけるよう命じた。超巨勢の長男、超慶州は、屈辱のあまりたまらなくて、遺書を残し、憤慨のあまり自害した。他の息子、超子州と超房州は公正へ、流刑に処された。この時、超巨勢の家族10人以上が、あまりに過酷な、追い迫るために餓死してしまった。すでに死んだ、超巨勢も、危うく、棺桶が開かれ、死体が鞭打ちされそうになった。幸いなことに、多くの大臣が公正な発言し、万暦帝は、超巨勢に対する、この政治的清算を止めました。超巨勢は、政治家、改革者としては成功したが、道徳的に欠点のない大臣ではなかった。
私生活では、特に晩年は贅沢な生活を送ったという。彼は、万暦帝に質素倹約を求める一方で、自分では贅沢三昧の生活を送っていたのである。当年、彼は父の葬儀に参列する際、皇帝の輿よりも豪華な32人が担いだ輿に乗った。このような超巨星の豪奢な生活の噂は、万暦帝の耳にも入り、彼はとても憤慨していた。それに加えて、彼は公職家である。媚薬の使用は、すでに明朝末の役人たちの間で盛んに行われていた。有名な主保超巨星も例外ではありませんでした。彼には7人の妾がおり、家にも多くの愛妾がいた。新しい政策の推進機関は多忙を極めたが、彼は相変わらず家に帰ると、セックスにふける。強い性欲を維持し、十分な男性ホルモンを蓄えるために、彼はしばしば媚薬を飲まなければならなかった。丹林は、兵部尚書でもあり、当初は、法師の当中分から宮中秘伝を得た。その後、この媚薬を、超巨星に献上し、高い感触を得ることができた。20年間この媚薬を使い続けた、丹林は60歳で亡くなった前に、超巨星に、この薬は慎重に使うようにと伝えた。しかし、なぜ、超巨星が死んだのは、赤渓公が差し出した媚薬のせいだと言われているのだろうか。丹林は、赤渓公の才能を高く評価し、赤渓公が福建僧兵に任命されたのは、主に彼の推薦によるものであった。丹林は、超巨星とは、個人的に親しい間柄で、超巨星は、赤渓公に、慶州の軍務総理の官職を与えたこともあった。しかし、明朝にはこの官職の前例がなく、批判も多かったため、放棄しかならない。赤渓公を恋に困惑させた文官は、その後、超巨星によって静かに次々と移動させられた。世話を受けた赤渓公は、超巨星に好きな媚薬を送った。万暦や各編によると、赤渓公が、慶州の総兵官だった頃、領主を任命して、航海で、蚕を捕らえ、蚕人を作り、定期的に主保官邸に送って、超巨星はスープを作って飲みました。その効果は絶大で、超巨星は長く服用したため、冬でも体は暖かく、セーブル帽をかぶる必要がなかったと言われている。様々な媚薬を飲み、セックスにふけった結果、超巨星の健康状態は日に日に悪化していった。結局、大腸の一部が肛門から脱出し、大量に出血して苦しみながら、わずか58歳で亡くなってしまった。明の文人である王政帝と超巨星は、科挙試験で同年であった。王政帝は、嘉政以来内閣主保殿の中でも、超巨星の死は、媚薬の過剰摂取によるものでありと書いた。超巨星を殺したのは、彼自身が主張したように、単なる痔ではなく、大熱壮烈の媚薬を飲みすぎ、また、高価の薬剤を飲んだわけで、病気になり、死亡したと判断します。実際、明朝中期以降、性に端的することが流行し、Y本、春宮画などのエロチックなグッズが広く出回った。官吏が性交術を研究し、媚薬を摂取して、セックスを楽しむというのが明朝中期から後期にかけての流行であった。偶然にも、金平梅は明朝中期の社会生活を反映しており、主人公の性も、慶も、媚薬を飲んで急死したという内容である。では、万暦帝は、超巨星の加算だけを差し押さえたのでしょうか。いいえ。万暦帝は常々、超巨星の一族がたくさん財産を持っているのではないかと疑っており、彼が司令官多官、風保の加算を没収した際に、数万の金銀や宝飾品を見つけた。同じように、超巨星を思い浮かべたという。その後、超巨星が亡くなると、万暦帝は、急いで、
彼の家産を没収し、彼の家からは1万テールの金と10万テール以上のプラチナが押収された。お金に見えるが、実は、元数と、夫婦の家財の1000分の1にも満たない額である。彼の家族は餓死、自殺、亡命、あるいは逃亡した。有能な主婦の一族は、なぜこのような悲しい結末を迎えてしまったのか？張居正の死から40年後の天慶2年1622年、天慶帝は大臣たちを励ますために、かつての大公臣である張居正を思い出し、張居正の子孫に官職や優遇を与え、名誉を回復した。しかし、時すでに遅し、張居正はこの世にいないのである。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。